皆さんこんにちは。元週刊少年連載漫画家のペガサスハイドです。今回はこの絵をプロの視点から添削していこうと思います。今日はね、絶対下ネタ言わないからね。最近俺もうポコチン先生って呼ばれちゃってるから、俺ポコチン先生じゃないからね、ハイドさんだからね俺。だから今日はもう絶対もう下ネタ、うんこちんこ、もう絶対言わないようにするから今日は。もう約束するよ。ハイドチャンネルはお子様からお母様、そしておじいちゃんおばあちゃん、家族みんなで見れる動画っていうのをいつも心がけてるから、そのうんことかチンことか言うわけない。いつまでもそんなもうポコチンとか金玉とかもういなり寿司とかそれ言ってられないから、見てる人にも申し訳ない。もうこの女の子にも申し訳ない。もう今回は女の子だから、これ可愛い女の子の前でうんこちんちん、玉金、玉お、ちんちん、うんこ、うんち、トイレ、袋小路、袋うんこ、袋、小袋、金ポコ、クールポコ、もう絶対言わない。今日はもう約束する。もう大人だからね俺ね。健全な動画でやりたいんで、俳優チャンネルはこれはイラスト動画だから。下ネタ聞きに来てるわけじゃないから、うんこちんちん、もうそれ絶対言わない。しょうもないことはもう絶対言わない。うんこちんちん、うんち、ビニール袋、袋、小袋。素晴らしいです。今回のこの絵は何が素晴らしいかって、仕事をしてます。今まで送られてきた絵の中でここまできっちりとした仕事をしたものというのはなかった。この人は自分の絵が人に見られることっていうのを意識できてます。仕事って何かっていうと、鉛筆書きで終わらずにペン入れをして修正をして原稿をきれいな状態にし、そしてスクリーントーンを貼って絵に濃淡をつけている。ここまで綺麗に仕上げてきたのはこの人だけです。なのでこの人の意識っていうのはかなり高いところにあると言っても良いでしょう。こんだけ丁寧な仕事をしてるから、これで完璧だって俺は言ってあげたいんだけども、やっぱり気になるとこっていうのがあるんだよね。それはどこかっていうのを見ていこうと思います。この作者の絵はいじりたくないので、今回もこれをトレースしていきたいと思います。だいたいこんな感じかな。で、ここで何が気になるかというと、重心だね、やっぱりね。これ地べたに座ってる姿描いてるんだけど、斜めに傾きすぎ、こうやって重心が。もちろん人間は斜めに傾こうと思ったらもっともっと傾けられるから、こういう姿勢を取れなくもないけれども、だとしたらこっちの手がこういう風に曲げてるのはおかしい。で、実際俺この動画撮る前にこの子と同じ姿勢をやってみたのね。これぐらい傾いてこっちの左手を曲げた状態でこの姿勢をキープするっていうのは相当難しい。これぐらい傾くんだったら左手をまっすぐ伸ばして重心を支えないとっていうのが、体がこう傾いたらこっちの手を引っ込めてると重心がこうなるんでこっちに傾いてしまうんですよ。これぐらい傾いて座ろうと思ったら人間は自然に手をまっすぐこう伸ばすんですよ。そうすることで重心が真ん中になるから倒れなくて済む。だけどこの人はこんなに傾いてるのに左手をこう曲げてるっていうのはやっぱり人の姿勢としてすごく不自然でおかしい。まずそれが俺は一番気になりました。それと手の大きさだよね。この子は顔はむちゃくちゃ可愛いのに手がものすごく大きくて指が太いんだよね。こっちの手も大きいけども左手のついてる方はもっと大きいのね。顔と手が離れてるから気がつきにくいかもしれないけども、こうやって手と顔を近づけるとめちゃくちゃお化けみたいに大きいのがわかるかな。アニメとか漫画とかの女の子ってむしろ手を実際よりも小さく描く方が多いのね。ここがこの子の可愛らしい癒し系の顔とアンバランスだなと思いました。次に気になったのがペンタッチ。すごく丁寧で綺麗なペンタッチだと思います。だけど線に強弱がないので機械的で平面的。ここが難しいとこなんだけど、線自体は綺麗なんで悪くはないと俺は思います。この作者がどういう方向に向かいたいかで俺の答えが変わるんだけども、一般的な雑誌、少女漫画、少年漫画って言われる雑誌に載ってるような漫画にするんだったらこの線じゃおそらく受け入れられない。編集者にボツになってしまう。線に個性がないんですよ。柔らかさとか。この女の子自体の基本の絵はすごく可愛らしいんだけども、生きたように見えない。立体感があるように見えないので、漫画っていう世界ではこの線は受け入れられにくいと思います。そうではなくてイラストっていう方にこの人が行きたいんだったらこういう機械的な線もありなんじゃないかと思います。むしろもっと機械的な方に寄せていく。逆にこれ機械が描いたんじゃないのって思うぐらい硬い線に硬い線に持っていく。そこで個性を出すっていうのも一つ方法だと思います。だけど俺は漫画家なんでこの人も俺のプロフィールが分かって出してきてると思うから、俺はちょっと漫画チックの方に寄せていきたいなと思います。で4つ目気になったのがこのスクリーントーンの選択だよね。すごく綺麗に貼ってるんだけど、ただ
網目が粗すぎるので、この人の絵をちょっと殺してるんですよ。この髪の毛に貼ってるぐらいの粗さだったら、でもこれが最大ぐらいだろうな。服とかスカートのブツブツはちょっと粗すぎると思うね。線がこんなに細いのにトーンの主張が強すぎる。スクリーントーンの見本の女の子みたいに見えちゃう。スクリーントーン買った時にさ、裏になんかトーンはこんな風に貼りますよみたいに見本の絵描いてあるじゃん。なんかそんな感じに見えるかな。あくまでもこの人の絵はスクリーントーンが主役じゃなくて、この人が描いた女の子が主役なんですよ。トーンよりもこの子の顔に目が行くようになってないと、そのあたりを直していこうと思います。で、まずこの傾きですよ。これが直すのは難しいね。服着たままだと難しいんで、この子の服を脱がしていこうと思います。これが難しいよ。いっつも毎回ね、俺これやってるけど、これが難しい。服を脱がすと首が太いことにも気がつくね。俺がいっつもさ、服脱がすって言ったらみんな受けてくれるよね。そんな面白いかな、服脱がすっていうのは。服脱がすって言わない？だって実際脱がしてるもん。ほら脱ぐんだよこれはみたいなさあ脱げよみたいなこう脱がしていくとさ、結構この子いい体してるよね。結構ほらエロいよ、ボディが。脱がすとお前が悪いんだよ、お前がこんないやらしい体してるからなんかエロ漫画ってそういう風なセリフ出てこない？お前が悪いんだ、女のせいにするっていうね。男がエロいことをするのがお前のせいだみたいな、そういうセリフ多いよね。あ、裸に靴下この子さ、少女漫画チックな顔してるけど意外とボディはエロいよ。こういう風にしていくとさ、ピースしてるのがさ、よくエロ漫画とかであるもういろいろされちゃって落ちた女の子がダブルピースしてるみたいなこれ男にしか分かんないから、これなんかエロ漫画ってさ、やたら女の子がピースしてんの多くない？俺的にあれ全然燃えらんないんだけど、あれなんでピースさせんのかな、女の子に。最後に割とムチムチっていうか、顔はさ少女漫画系なのに意外と肉感的っていうか、これ難しいな。これ少女漫画なのか少年漫画なのかで話が変わってくるんだけど、これちょっともう一回見てきていいねと。今ね、作者のツイッターを見に行ったんだけど、全然つぶやいてなかったんで、ちょっと男か女か分かんなかったのね。なぜかローソンとかファミマとかセブンイレブンのスイーツばっかりリツイートしてちょっと俺そのツイッター笑っちゃったんだけど、ひたすらコンビニのスイーツばっかりリツイートしてた。少年漫画だとしても少女漫画だとしてもダイナミックすぎるというか、顔に対して首から下が女子プロレスラーぐらいがっつりしてるんで、もう気持ちスリムに、もう首からちょっと太いんで、女の子でここまでさ首太くしようと思ったら相当鍛えないとさ、漫画の女の子だったらこれぐらいに細いかなっていう。でこっからもうほとんど書き直さなきゃいけない、多分これぐらいだよね。下半身が大きいのは悪くないと思うんだよね。だいたいみんな下半身が小さくなっちゃうんで。でもこの人の絵はちゃんと自分の体重が支えられるぐらいの下半身をしてると思うんで、悪くはない。だからいろいろ惜しいよね。どうしていいのか困ってるのかもしれないよね。これだけ描けるっていうことはこの人もだいぶ勉強してると思うから、自分で。指が太いよね、かなりね。もうちょっと女の子だから細くしてあげてもいいんじゃないかと。雰囲気としてはこれぐらいじゃないかな。ギスギスに細くするのもこの作者の好みじゃないと思うから、こんだけがっつりとした体を描くっていうことはボリュームがある方が好きなのかもしれないんで、あんまり痩せないようにさせました。これぐらいだと重心もここまで傾いていないし、手もピーンと伸ばしてるまでいかなくても少しこう曲げてる感じでも、これだったらひっくり返らないように見えると思うんだよね。でこの体にこの子が着てる服を着させていくと。
でもこの人はねうまいよ。ちゃんと襟が首にくるっとこう巻いてることも意識して書いてるし、こうボタンを外したこのボタン側と穴側っていうのもちゃんと分けて書いてるし、リボンもこう首からこう通ってきたものが結ばれてるっていう意識で書いてるからね。ちゃんと指なんかも関節を考えて書いてるんで、曲げたシワとかね、洋服のシワはちょっとおかしな感じではあるけれども、曲げるところにシワをつけようっていう意識はしてるから間違ってはいないです。だから惜しいよねこの人はね。絵を描かない人が見ればうまいって言われると思うな。もう女の子描くのって難しいよね。柔らかさを出さないといけないんで、男はねガチガチでも男だからなって感じで許せるところもあるんだけど、女の子って柔らかく描かなきゃいけないんで、俺もね難しいなと思います。どうかな。こんな感じでこの子の優しい顔に見合った体ができたと思います。重心も傾きすぎず、手の大きさや指の太さなんかもこの子の顔とバランスが取れたと思います。これにペン入れをしていこうかな。今回もペン入れには黒インクと G ペンと丸ペンを使っていきます。多分ね今回ねペン入れたらだいぶ雰囲気変わるんじゃないかなって思うかなっていうのが、ペンの線にも個性があるんで、この人はもう結構できてるんで、俺には俺のペンタッチがあるから、この作者が細めの線なんで俺も細めに引いていこうと思います。漫画の線ってね、細い線ってただただ細くすればいいだけじゃなくて強弱をつけてこそなんだよね。いつも言うけどペンタッチにも個性っていうものがあるので、サインペンで描いたような端から端まで同じ太さの線っていうのは個性がないって思われるんですよ。誰が描いても同じじゃんって思われるんですよね。だからあんまり好まれないです。でもちろんそれを逆手にとってあえて機械チックな線にしてそれを個性とする、そういう作風の人もいます。ギャグ漫画とかエッセイ漫画とか4コマ漫画とか、そういう人はあんまり線の強弱がどうたらとかっていう風に言われないんで、サインペンで描いたような線でもそんなに言われることはないです。だけどストーリー漫画のタイプの場合、この人の絵とか、ストーリー漫画のタイプに見えるよね、パッと見ね。もちろんこういう絵で4コマ漫画描いちゃダメとは言わないから、こういうタイプの絵の4コマの作家さんもいるけれども、一般的には普通の漫画タイプかなって思うんですよ、これ見ると。そういう人はこういう強弱のない線っていうのはあんまり受け入れられない。なぜかというと個性がないと思われるから、面白みがないって思われちゃうんでね、言い方変えたら。こういうつけペンって使いにくいので嫌がる人が多いのね。今回の絵もそうだけど、俺顔一切いじってないんですよこれ。そしたら視聴者さんから「なんだよただ写しただけじゃねえか」って書く人いるんだけども、そう書く人は絵を描いたことない人で、このペンで描くっていうこと自体が難しいことなんですよ。だからこれをやってくる人が少ないのね。これをみんなやろうとしない。ペンで描いたことがある人だったらわかると思います。そうそうって今動画見ながら思ってる人の方が、やったことがある人コメントでペン使って描いたら自分の絵の未熟さがあらわになるからペンを使いたくないですって書いてる人がいて、その人は俺むしろよく分かってるなと思いました。やったことがある人の意見。それは俺も学生の時にペン使うの大嫌いだったのね。だって下手に見えるんで、ペン使ったら絵が描くの難しいし、描くのに時間もかかるし、さらにできたものが下手くそに見えるってなったらこれを持つ意味がないって思っちゃうんですよ。俺は思ってたんですよ学生の時に。だから俺はペンで描きたくないっていう人の気持ちがすごいわかんのね。このペンっていうのを極めていくとこんな面白い道具はないし、むしろペンで描
描くことが完成っていう風にしていくと、鉛筆書きの絵の状態が物足らないというか味気なく感じちゃうんだけど、そこに行くまではペンっていうのはすっごいめんどくさくって使いにくい道具だから、みんなのコメント読んでると、あ、この人は1回でも使ったことあるんだなとか、あ、この人は全然やったことないなとかすぐ分かります。ペンを使ってわあ難しいと思ってわあもう嫌だってなっちゃう人も結構いるのね。そこでもう漫画難しい、イラスト難しいってなっちゃう人は、なんでそもそもこういうペンを使って描かなきゃいけないのってなる人もいるんですよ。サインペンじゃダメなのって、あんな便利な道具があるわけだからサインペンで描いたっていいじゃんっていう人もいるんだよね。だけどサインペンっていうのはあんまりおすすめできないです。さっき言ったようなギャグ漫画とか4コマ漫画とかエッセイ漫画とかそういうタイプの人だったらいいかもしれないけども、こうストーリータイプの漫画で端から端まで同じ太さの線になるようなペンで描くのはおすすめできないです。なんでかっていうと、他の動画でも同じこと言ってるけど、個性を殺すペンだからです。漫画とかイラストっていうのは個性的でないと仕事の依頼が来ない。だって自分に頼む意味がないから、個性がないとこの作家さんに頼みたいって思ってもらうためには、この人じゃないと描けない絵、この人じゃないと描けない漫画、この人じゃないと描けない線っていうのが要求されるわけですよ。サインペンっていうのは 0.1 ミリとか 0.2 ミリとか 0.3 ミリとかって書いてあるけども、キャップにね、あれは誰が持っても 0.1、0.2、0.3 とかで弾けるというペンなんですよ。誰が持っても弾けるんですよ。これ意味わかる？子供が持ってもおじいちゃんが持っても同じ太さで線が弾けるんですよ。誰が持っても同じということは自分の個性を殺すペンなんです。だって誰が持っても同じなんだもん。誰が書いても同じなんだよ、サインペンとかマジックっていうのは。そういう風になるようにできてるペンなんだよ。誰が持っても同じだったら、漫画家とかイラストレーターにとったら自分を殺されるのと一緒なんだよ、ああいうペンは。確かに簡単です、サインペンとかは。例えるなら、つけペンが手作りカレーだとしたら、カレーに例えるならね、こういうつけペンが手作りカレーだとしたら、サインペンはレトルトカレー。キャップを外せばポンとかける、簡単、誰でもできる、インスタントです。あの線っていうのはね。まあ絵とカレーは違うから、またこういう風に言うと、でもあの店はレトルトカレーを出してますよとか言う人また出てくるんだけども、にしてもなんか工夫がないとね、そこに。だからサインペンで書くのもいいんだけど、4コマとかエッセイ漫画とかだったらそこそんなにうるさく言われないから。でもだとしてもやっぱりなんかその人ならではの個性とか出てないと使ってはもらえないよね。だからどうしてもこういうペンが嫌いで使いたくないっていう人は、サインペンで書いたら書いたでいいけども、サインペンでも魅力的に見える線や技法、他の魅力っていうものを追求する必要があるよね。で、最近だったらパソコンでペンで書いたような線が出せるものもあるみたいだから、そういうのも使ってもいいと思うんだけど、それはそれでやっぱりどれぐらいの強さでどれぐらいの太さでっていうのは自分で考える必要があると思うんだよね。結局はパソコン使ってもアナログ的な思考というかセンスが必要になってくるよね。パソコン使って上手い人っていうのは、パソコンを使って書いてもパソコンを使って書いて見えない人だからね。それが本当に上手い人だから。手よりも胸が前にあるんだね。これはこの人のこだわりかもしれないから、そうしよう。ちょっと胸が大きいっていうね。いやらしい体してんじゃねえかそう言いたくなるね、俺だったら。この子にちょっとこうセクハラをしたくなるね。でもそれって俺いいことだと思う。ふざけて言ってるけど、それはこの子が可愛いっていうことだから、女の子として魅力があるってことだよ。エロい気持ちになるっていうのは。やっぱ女の子としてさ、魅力がなかったらエロい気持ちにもならないからね。やっぱこうメスとしての魅力がないとオスの部分も反応しないから、やっぱりそこはエロいっていうのは魅力だよね。ああ、しまった、ちょっとこの線がおかしいな。ちょっとこれ後で修正するわ。こう腕が来てるんだったらこの線がこうなってないとおかしいよね。ちょっとここがおかしい。直すわこれ。エロトークに夢中になってたら線がおかしいことに気がつかなかった。丸ペンがない。丸ペンがない。あれ丸ペンどこ置いた？あった。
線が細いから G ペン使っていいのか丸ペン使っていいのかすごい迷うな。しょっちゅう変えちゃうよペン先を。人の絵って難しいよね、描くのね。他の動画で絵を、添削するような動画があると。だけど描いた人の絵じゃなくて、その漫画家さんかイラストレーターさんかわかんないけど、その人の絵に変えられちゃってるって書いてある人がいるんだよね。変えられてるっていう風に言うとちょっとあれだけど、絵描きもその人の世界とか絵柄があるから人の絵に合わせるのって難しいんですよ。漫画とかイラストとかって言っても様々な絵柄とかさ画風があるわけで、その作者がどういう漫画とかイラストに影響を受けてきたかっていうのは人によって全然違うわけじゃん。だからプロの漫画家さんとかイラストレーターさんとかになればなるほど、むしろ人の絵の真似するのって難しくなるかもしれないんだよね。なぜならその人たちは個性があるからプロとして認められてるわけでさ。で個性があるっていうことはその人の世界とか特別な特殊な絵柄があるわけで、アニメーターとかだったらねちょっと話が変わってくるんだと思うんだけど、アニメーターさんっていうのは元の絵が別にあってさ、それに近い絵を描くのが仕事になってくるからまたちょっと違うのかもしれないけども、イラストレーターとか漫画家とか個人で活動してらっしゃる人になればなるほど人の絵って描くの難しくなると思うんだよね。俺も難しいし、世代なんかが変われば雰囲気も変わるしね。例えばここに送られてくる絵って10代20代の人が圧倒的に多いと思ってんだけど、俺はもう50だから、だからこの人たちが影響を受けてきたものと全然違うものを俺は見て育ってるからさ、この若い人たちの絵を真似して描くっていうのはすごい俺の感覚としては難しいのね。俺にはない感覚だから。丸ペンがない。あった。だから絵柄を変えられるとかいうのは漫画家とかイラストレーターにとっては結構酷な感想っていうかね、その人たちはその人たちにしか描けない絵柄があるからプロとして活躍されてるわけでさ。俺も毎回こういうことやってるけどすごい難しいんだよ。俺もめっちゃ難しいよ。俺も必死だよ。だから絵の添削動画じゃないよ、俺のチャレンジ動画だよ。もうこんなの毎回めっちゃ大変だもん。絵っていうのはね真似すんのほんと難しい。だって字だって筆跡だって真似すんの難しいのに、字でさえ難しいのにさ、絵なんかなったらもっと難しいよ。で没個性がねいい場合もあります。漫画とかっていうのは個性的な方がいいって俺いつも話してるけど、オリジナリティがあった方がいいとかね、没個性がいい場合もあって、それは何かっていうと、広告漫画とか企業の宣伝漫画とかは個性がない方が好まれます。時々 YouTube とか見てたらさ、宣伝で絵がついたさ CM が流れることない。ああいう風な漫画とかアニメは没個性の方が好まれます。 YouTube 見てるとさ、漫画の絵がついた広告でダイエットサプリとかがさすっげえ早口で紹介されてたりとか流れない？みんな最近同僚のマサミが激痩せどうして？それは新しいダイエットサプリ痩せすぎウルトラハイパーミラクル C100 を飲んだから目覚めに負けてられない。私も試しに飲んでみると次の日にはうんこがどっさりみたいなやつすっげえ流れない？あれああいうやつですよ。ああいう宣伝に使われる漫画の絵っていうのは個性がない方が好まれるんだよね。高い画力もそんなに求められないし、そこそこ描ければ使ってもらえるっていうのが、作家性なんていらないんで、企業の CM とか商品紹介とかいう漫画はね、商品を紹介することが一番の目的なので、むしろ作家性個性があった方が邪魔になるんですよ。そっちの方が目立っちゃうから。なので無難に誰もが好むだろうなぐらいの絵がいいのね。だからこの人はそんなに絵には個性はないけれども仕事はきちっとできる人なので、商品紹介とか広告の漫画とかだったら仕事が来ると俺は思います。これぐらいの作業ができるんだったら。で広告の漫画、商品紹介の漫画を描いてる人も俺は漫画家と言ってもいいと思うんだよね。そういう人も。だからそう思ったら没個性でも漫画家になれるという言い方もできる。なので個性がなくてもそれを考えたら漫画家になれるっちゃなれるよね。広告漫画家になるんだったらね。だから専門学校とか行ってると時々企業から漫画描いてくださいみたいな依頼の声がかかって、ちょっと漫画が描ける学生にそういうものを描かせるとかっていうの結構専門学校でよくあることなんだけど、広告の漫画で食べていく
って思ってる人はそれもありなんじゃないかなって俺は思います。ただ広告の漫画は自分のペンネーム作家の名前はほぼ出ることはないし、いわゆる漫画家らしい活動はなかなかないと思うけどね。例えば自分のオリジナルの漫画を作らないっていうことだから、自分の考えたキャラクターが人に愛されるとか、自分の書いた漫画の単行本が発売されるとか、そういうこともないだろうし、世間一般の人がイメージする漫画家っていうものとはだいぶ違うかもしれないけどね。ただそういう漫画家もいる。それも漫画家だと俺は思います。それでもお金をもらって仕事をしてる人っていうのはすごいと思うから。だって絵にお金を支払われることなんてなかなかないことなんで、自分の描いた絵にね。俺はそれをやってきたから余計に難しいと言えるよ。やってきた人間だから、どんなに大変かって。やったことがない人は簡単そうに言うけどね。もう俺は自分の絵とか漫画で何千万も稼いできたんで、そういう人間だからこそ逆にそれがいかに難しいことかってことが分かってる。やったことない人ほど簡単に言う。可愛くなってきたじゃん。いいね。可愛いじゃないか。そういうこと言いたくなるよね。これで修正していこうか。で、消しゴムをかけていきます。消しゴムかけはね、怖いよね、結構。前、バリって俺やっちゃったんで、バリってならないように、ちょっとそーっとかけていくわ、今回は。力任せにかけるとね、ビリっていっちゃうんでね。で、消しゴムをかけるとインクの線が薄くなるとか言う人たまにいるけど、それはインクが劣化してるんだと思います。インクを変えた方がいいと思います。多分インク古いと思います。古くなるとインクもだんだん分離してくるっていうか、上澄みが薄くなってきて、下にインクの重い成分が溜まっていくから、下の方がドロッとしていくのね。インクに突っ込む時にさ、ズボってそこまではつけないじゃん。この辺でやめるじゃん。だから上澄みの薄いとこだけ使ってるから、水分が多くって薄い。だから消しゴムをかけるともっと薄くなってしまう。なのでインクを一度混ぜるか、それでもすぐに分離してしまうんだったら、もうそのインクは劣化してるから新しいものに変えた方がいいと思います。インクも時間が経つと品質が悪くなってくるからね。画材とか文房具っていうものは食べ物じゃないから、賞味期限とか書いてないけれども、何年も何ヶ月も経ったら発色とか悪くなっていきます。買ってそんなに時間経ってないよとか言う人もいるかもしれないけども、その画材店とか文房具屋さんで何ヶ月何年置いてあったかは分かんないじゃん。画材とか文房具ってそこがあるんだよね。自分は買ってきてまだ1週間しか経ってないとかって思ったとしても、画材店でもしかしたら5年ぐらい置いてあったかもしれないじゃん。画材とか文房具っていうのは賞味期限とか製造日とか書いてないからさ、食べ物と違って。なのでそこは分かんないからね。この袖の線がおかしいから消さなきゃいけない。これは消します。あとホワイトかけたら下の線が灰色になって浮き出てくるとか言う人もいるよね。それはホワイトの水分が多すぎる。だってみんな見てて、俺のホワイト全然下の線が灰色になって浮き出てこないでしょ。もし浮き出てきたら完全にホワイトが乾いたことを確認してからもう一回上からホワイトを塗る。例えばこの辺の線なんてちょっと薄くなってるんで灰色で浮き出てるから、これはもう一回俺上からなぞります。だけどこの時に灰色になってるとこ見てすぐにガーって塗ると、水分で黒とホワイトの白は混ざり合おうとするから、すぐに触るといつまでも灰色になっちゃうんで、乾いてから触るのがいいと思います。今回はあんまりホワイトかけなくてもいい感じだな。ここね、もう乾いたなと思ってからもう一回上からこう塗る。こんなもんかな。でこれにトーンを貼っていこうか。でこっからスクリーントーンを貼っていこうと思うんだけど、何枚かドットのトーンを持ってきました。でいろんな種類があるんだけども、こんな風に粒が粗くなればなるほどポップにはなるけれどもうるさくもなります。主張が強くなるんで。こういうのとか例えば可愛らしくはあるけれども、これを服の模様とか柄に貼ったら相当やかましい感じになっちゃう。可愛らしいけどね。この3色が貼ってるトーンはちょっとドットが粗いかなと。ちょっと主張が強いんで、もうちょっと粒々が小さくて薄いものを選ぼうと思います。この人の絵柄を殺さないようにね。で多くの漫画家が使ってる代表的なトーンが61番61だね。
これがよく使われてます。でちょっと濃いものだと43番43、この辺りがよく使われてるんで、トーンがいっぱいありすぎて何番買っていいかわからないっていう人は6143、この辺りを買えばいいと思います。今はパソコンでトーン処理してる人も多いと思うので、ざっくり言うとスクリーントーンの選ぶコツは薄めの灰色と濃いめの灰色、この2つを用意すれば4色作れるんですよ。白、黒、薄めの灰色、濃いめの灰色。なのでトーンをどう選んでいいかわからないという人は薄めの灰色と濃いめの灰色、この2つを選ぶといいと思います。4色作れるんで。でこの作者の絵に貼っていきたいと思うんだけど、そうだな、俺がよく使ったのは31、これだったらちょっと荒いんだよな。31、0番、0でもいいな。髪の毛0使おうかな。この人は粗めのトーン使ってるってことは粗めのトーンが好きなのかもしれないから、あえて俺も粗め使うとしたら、むしろこの11にこれぐらいを髪の毛に貼ったりとかしたくなっちゃうけどね、すごいポップになるんで、粒が粗くなればなるほど。だけどちょっと冒険しすぎかな。0ぐらいにしようか。これぐらいにしようか。ここのトーンがいるのかなって俺は思うね。学校によって紺色のセーターとかカーディガンっていうのが指定されてるところもあるんで、だけどこの頭と胴体とスカートと全部トーン貼ってんのがうるさいって思うね。俺はちょっと真ん中はなしにします。で頭0で、ここ43で、ここもリボンも43で、だったらうるさくないかな。スカート43、チェック。いつも俺スカートチェックにしちゃうね。チェックじゃない方がいいか。43にするか。いつもチェックにしちゃうから。チェックばっかりでもね、もう普通に43で貼ろう。で今は、こういうのパソコンで処理する人が増えてるんで、パソコン使えるっていう人はパソコン使ってください。これは手張りでやらせてください。こっちの方が慣れてるんで。トーン貼ってるとさ、下の紙も切らないんですかっていうのがめっちゃくちゃコメントできたんだけど、びっくりした。それに切れないですよ。全然切れないっていうのは紙が丈夫ってことではなくって、力を抜いてるから。そんなグーって力を入れて切ったりしません。小鳥とかさ、ハムスターとかさ、小さい動物抱っこするときにそーっと手緩めて抱っこするじゃん。グーってしたらさ、インコとかハムスターとかさ、握りつぶして死んじゃうけどさ、力弱めたら死なないじゃん。それと同じですよ。なんでそんな力いっぱい切る前提で話してんのかなっていうのが力加減って言葉があるじゃん。力抜いたらいくらでも緩められるわけだから、下の紙まで破っちゃうっていう人は力入れすぎだと思います。こんなんめちゃくちゃ薄いフィルムなわけだから、カッターで切るというよりも撫でるぐらいであっという間に切れてしまいます。フェザータッチをフェザータッチ。スクリーントーンと女の子は優しく触ってね。何言ってんだって話だよ。スクリーントーンと女の子は優しく撫でてね。髪の毛0でいこうか。こうやったらここはもったいないね。これぐらいでいこうか。トーン切るときにさ、俺左手をさ添えてこうカットしてるんだよね。これがちょっと俺の特徴的なとこなんだけど、この子ツインテールってやつなんだね。ここに髪の毛がないっていうことは。俺髪の毛少ないと思っちゃった。こういう髪の毛なんだね。後ろから見るとこの女の子。俺こういうのかと思った。ここにも髪の毛ありの、ここにちょっとこうでーのってやつかと思った。まあいいや、そうしよう。何の話してたか忘れた。そうだ。俺トーンカットするときに左手を添えて走らせるんだよね。これが変わってるみたいで、人に言われて初めて気づいた。そういえばそうだなと思って。カッター持ってるのは右手なんだけど、右利きだから力の加減って左手でしてるなと思って。ここがあるんだったらここないとおかしいか。俺は後ろにも髪の毛ある程度にするわ。かわいいじゃん。で61で影つけていこうか。でこの作者がつけてるあたりをつけていこうかな。
切れたトーンでも切れてないように貼るという、これ結構高等テクニックです。他の動画でもやったけど、水色で影の部分を塗るのは、水色っていうのは白黒印刷に出ないので、こんな風にトーンを貼るときにガイドラインにすることができます。影とかっていうのは明確な境目がないんで、一発で貼るのは難しいから、こういう風に水色でガイドラインを引いとくと貼りやすい。こんな風に水色のとこだけ残しておけばいいので、この水色の線は印刷に出ないので消す必要はありません。でこういう細かい影がいっぱいあるところは削って白いところを作るってした方が早いかな。削りっていうのを使うと簡単に白いところをこうやって細かく作れるんで、ある程度こうやって細かいところを作ったら、いらないところをベロッと剥がしてしまえば早い。こっちの方が。この人目のとこにトーンが入ってんだよね。これが特徴的だと思ったんで、これは残しましょう。ただあんまり目とか前髪に影をつけると暗くなっちゃうんで、ほどほどにしないと。はい、どうかな。トーンを貼ってみました。こっち側はワントーン薄めにして粒も細かいものを選びました。こうすることでこの作者の絵の邪魔になってないってことがわかると思います。すごく機械チックな硬い絵柄に感じるけれども、こちらは人間味があって女の子のふんわり柔らかい感じが出たと思います。絵を描くヒントにしてみてください。今回もね、難しかったけど楽しかったです。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。